こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、107名もの乗員乗客が犠牲となり日本の交通史に残る大事故となってしまった、JR 福知山線脱線事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。電車の事故ってなんか信じられないわ。自動車と違って線路の上を決まった時間に走るだけでしょ？自動運転とか安全対策とか、いくらでもできそうなのに。運営してるのは企業、利益を追求する組織だ。安全対策ってお金がかかるからコストを度外視した、突き抜けた安全対策まではされにくいな。あと交通系は乗客の命を預かる仕事だから安易に機械に置き換えにくいよな。結局大事なのはまだまだ人なのね。ああ。今回の事故もやはり人がキーポイントだ。だが人材を適切に管理すべき企業側の体質も大いに問題になった。これから解説していくぜ。頼むわね。まず事故のあった兵庫県、福知山線の歴史について簡単に説明しよう。事故の原点がここにあると言っても過言ではない。1891年に歴史をスタートさせた福知山線。最初は都市部のみ、しかも馬車による運行だった。まさかのお馬さん。熱い。だんだん路線は山陰に広がり、動力も蒸気機関になるなど福知山線は近代化していった。転換点は1906年だ。鉄道国有法が成立。国防のために輸送手段は国が管理すべき、という考えだ。私鉄だった福知山線は国有化されることになった。ここまで成長させてきた福知山線を全部国に取られてしまうのって悲しいわね。そこで福知山線の運営会社である阪格鉄道は現代にも繋がってくる重大な行動をとった。国有化直前に美濃有馬電気軌道という鉄道会社を設立したんだ。阪格鉄道の魂をそこに残して国有化されていった。一つの阪格鉄道という会社が、ある意味二つに分かれたのね。ああ。1910年、美濃有馬電気軌道は都市部の梅田宝塚間に、新たに宝塚線を整備し開通させた。これで梅田宝塚間は福知山線でも宝塚線でも行くことができる。国鉄と美濃有馬電気軌道はもともと一つの会社だったがここでライバル関係になった。この2社の競争は現代でも続いている。交通における競争力の一つは、より短時間での到着だ。それが今回の事故を招いた一因と言えるだろうな。なお宝塚駅以降の山陰に続く路線は福知山線の一択だ。宝塚線は山陰地方の競争を放棄し、都市部に集中することで強みを見せた。宝塚線は汽車ではなく当時出てきたばかりの電車を採用していた。乗り心地が良く、都市部は宝塚線の方がよく利用された。美濃有馬電気軌道はどんどん大きな会社になった。1918年には社名を阪神急行電鉄、略して阪急に改名した。その会社が阪急なの？福知山線の会社から始まったのね。そして1987年、国鉄の時代が終わる。国鉄は分割、民営化されて福知山線は JR 西日本の管轄となった。移り変わりが激しい。ここから企業同士となり、競争が激化する。JR 西日本は阪急のシェアを奪うべく精力的に動いた。ダイヤや最高速度の見直し、快速電車の導入を実施。そして5年後の1992年、宝塚駅から大阪駅までの所要時間は JR は25分、阪急は40分と大差になっていた。これは JR 乗るわ。だが阪急も負けてはいない。特急列車の導入やカーブを緩くすることで制限速度を上げるなど対策し、JR は25分、阪急は33分と差を縮めた。8分の差を逆転するのはそもそも距離の差もあり困難だったが、阪急は乗り心地の良さやサービスで対抗。その結果、都市部では JR と阪急の利用者はほぼイーブンになった。宝塚駅から先の福知山方面はもちろん JR の独占状態だ。JR がかなり盛り返したのね。この過熱した競争が事故の原因なの？いや、福知山線自体は問題なかったんだ。このような競争の中にあってもなお、電車の本数自体は少なかった。特に大井山ヶ崎駅でも朝のピーク時で1時間28本が発着。昼時は1時間20本。遅れると後ろにいる次の電車まで遅れる、というような過密路線ではなかった。この事故の問題は色々あるが、一つは単純に、事故車両の終着駅である尼崎駅。ここが遅延を許さないダイヤ設定だったんだ。尼崎駅に遅く着くとどうなるか、連絡している JR 東西線や東海道線の乗り換えの成否に関わり、果ては新大阪駅での新幹線に乗り遅れるなどの事態が発生しかねない。運転士が焦るような状況があったのね。他にもいろんな問題があったが、まずは事故の状況について説明したいと思う。主な登場人物は2人。
事故のあった日、たまたまペアになって同じ電車に朝から乗車していた JR 西日本の従業員だ。一人は23歳男性、入社5年目の運転士だ。2年半車掌を経験。その後運転士になったがまだ運転士として丸1年経っていなかった。もう一人は42歳男性、入社22年目の車掌だ。運転士の資格は持っていないが、車掌としての経験は17年を数えた。新米運転士とベテランの車掌のペアだったのね。特に事件への影響が大きい運転士の行動を追っていこう。事故の4日前、2005年4月21日が最後の休暇。22日、23日は乗車勤務。問題なし。2005年4月24日は事故の前日。家族の話では9時頃に起床したようだ。13時5分に勤務を開始し、23時14分に終了。翌朝が早いため、森の宮電車区花店派出所で宿泊。休憩所では他の運転手との会話なども交わされたが、特に変わった様子はなかったそうだ。0時7分に携帯電話を触った記録があったため、就寝はこの時間以降のようだ。翌日の2005年4月25日、つまり事故当日だ。6時8分に派出所内で出勤点呼を受けた。点呼執行者である花店派出所の係長の話によると、運転士の顔色までまじまじと見たわけではないが声や様子からは異常はなかったと言っている。いつも通りな感じで、事故当日の勤務に入ったのね。花店駅の出発は6時56分だ。6時48分、運転士は花店派出所に停泊している7両編成の電車に乗り込んだ。下り方向に運転。6時51分に花店駅2番線に電車を止めた。これで出発準備完了ね。56分に出る松井山定期行き回送列車は反対の上り線だ。運転士は先頭車両を出て7両編成最後方の車両に移動する。そこで車掌と会った。お互い、本日はよろしくお願いしますと挨拶する。二人は以前同じ区間を担当していたこともあり名前は覚えていないが顔は見たことがある程度の間柄だ。そして二人は電車に乗り込んだ。運転士は進行方向に対して先頭の車両、車掌は最後方の車両が定位置だ。6時56分、定刻に花店駅を出発。回送列車のためまっすぐ目的地に向かう。お客さん乗らないからトラブルの起こりようがないわね。どちらかというと回送はまだ気が楽なんでしょうね。30分の運転が終了。7時26分に松井山定駅に到着した。お疲れ様でした。次の出発も逆方向だ。下り線に入るため、一旦駅を通過して走る。そして運転し、車掌が位置を入れ替わる。入れ替わったら、電車を移動。引き上げ線を使って下り線に入った。松井山定駅2番線に列車を止めた。ここからいよいよ乗客を乗せての運行となる。松井山定期発京橋駅行き、下り区間快速だ。7時35分、定刻に出発。お客さん乗ってるのよね。ここからが勝負ね。途中、停車駅があるが改札の都合で止まっていない。よろしく。そして住の堂駅に停車。知り合いの運転手とたまたま会い、お疲れ、人が多いなといった日常会話を交わす。事故の運転士に疲れや眠い様子は見えなかったそうだ。そして終点、京橋駅に到着。定刻は8時7分50秒だが、この日は40から50秒程度遅れた。だが朝のラッシュ時の遅延はいつものことだ。ドア閉めるのに時間がかかるとか、朝だとよくありそうね。次の列車は京橋駅発尼崎駅行き、下り普通列車だ。8時9分出発予定だがこの京橋駅での乗客も多く出発の時点で50秒の遅れだった。秒単位の勝負ね。これが毎日とか、プレッシャーのかかる仕事ね。ここで車掌にとって異変を感じる出来事が発生。京橋駅の次の駅、大阪城北詰駅。1番線の停車時だ。何か兆候があったのね。ここは右にカーブしたホームとなっており、途中には太い柱があるため車掌からは電車の全体が見渡せないんだ。そのため駆け込み乗車がないか、ホームと電車の隙間に何か落下するなどしていないかを、車掌ではなく運転士が窓から顔を出して確認することになっている。運転士がちゃんと顔を出すかどうかはホームに設置された ITV モニタで見れる。車掌はモニタを見ていたが、運転士はその行動を取らなかった。また、ドアを閉めた後通常は2、3秒で発車するが10秒程度発車せず、車掌は少しおかしいと感じた。何か考え事でもしてたのかしら。それから5駅ほど停車、出発を繰り返す。三手島駅出発時で49秒の遅れ。最初の京橋駅出発の時点で50秒の遅れだったから、回復はできてないけど遅れが広がってるわけでもないのね。次が鹿島駅。駅直前に急な左カーブがある。制限速度もここは時速65キロに抑えられている。このカーブの手前99メートルの時点で電車は時速90キロ近かった。
危ない。ここで運転士は8段階あるブレーキのマックス、8段階目のブレーキを使って減速を測る。なんとか制限速度の65キロに減速し、カーブに対応できた。車内規則ではこの8段目の最大ブレーキは使用しないよう努めることとされている。一応、使用しても特に報告義務や罰則はない。遅延してたから、時間の回復を狙ってギリギリまで速度を落とさなかったのかしら？かもしれないな。事故10ヶ月前の面談のやり取りを見ると自分の運転には自信があるように見える。できると思ったらやってみるってそれどうなのよ。そして鹿島駅に到着。ここでも大阪城北詰駅と同じ出来事が起こる。ホームの構造的に車掌が車両を見渡せないため、運転士が窓から顔を出して後方確認しないといけない。しかしこの運転士はやはりしなかった。運転士になって12ヶ月目。サボる癖が出てきたのか、たまたま何か考え事をしていたのか、それは不明だ。運転士が後方確認するのはごく一部の駅よね。朝のラッシュ時は乗客の対応も多そうだし、忙しくてやることが飛んじゃったのかもしれないわね。あと、実はちゃんと後方確認してて車掌さんが見落としてたって可能性も一応あるわね。そして8時26分30秒、終点である尼崎駅に到着した。もう大事故が起こる9時18分まで1時間を切っている。ちょっと事情はわからないけど、すでに兆候みたいなものは感じるわ。次の電車は尼崎駅発宝塚駅行き、下り回送列車だ。定刻の8時31分に発車した。回送なのね。途中で止まらなくていいし乗客はいないし、一息つけそうね。ところが運転はかなり謎が多かった。5駅ほど進んで中山寺駅へ向かっているところだ。閉塞信号機といってある区間内に電車が複数台入らないように制御する信号が時々あるんだが、その先に電車はいなかったんだろう。信号は青だった。しかしこの運転士は減速し時速10キロに落とす。かと思えばまた加速し、減速。不自然な運転が続いた。本当に何やってるの？同じ電車内にいる車掌はその様子を、早く行き過ぎたため時間調整しているのか、と思っていたそうだ。そのわずかな区間で異質な運転はあったが、その先は通常運転に戻る。そして終点の宝塚駅が近づいてきた。ここでとうとう運転士は、本部である大阪総合指令所への報告義務が発生するある大失敗をしてしまう。回送列車で、終点で、もう止まって終わりって状況よね。そうなんだ。大事故まであと30分を切っている。どんどん運転士の異質な行動が目立ってくるんだ。8時53分12秒、宝塚駅ホームの端まで約750メートルの距離だ。ここには信号機があり、減速を示していた。駅が近づいてるから減速しなさいってことね。ここだ。減速信号。この時、時速36キロメートル。あと750メートルに迫っていて時速36キロっていうのは、駅での停止を意識してちゃんと速度落としてる感じね。続いて信号機の後方8メートル、地面に設置された ATSSW ロング地上視という装置を通過する。装置が反応。運転室内で激しいアラート音が鳴った。これは万一の状況に対し電車を緊急停止させる装置だ。運転士はすぐブレーキをわずかにかけ運転席内の ATS 確認ボタンを押す。音は優しいチャイム音に変化。この確認扱いと呼ばれる応答の操作を運転士が5秒以内にできない場合、緊急事態とみなされる。電車は非常ブレーキで停止し、駅への突入が防止される。一人ですもんね。万が一、運転席で倒れてるって状況も考えられるものね。自動で電車を緊急停止させるシステムがあるのね。続いてホームの端から500メートルの位置にある信号機を通過。時速11キロ。信号は注意を示していた。運転士は少し遅いと思ったのか、ここから加速開始。加速、嫌な予感がしてきたんですけど。ホームの端まで250メートル。時速55キロ。さらに80メートル進み地面にある ATSSW ロング地上視が反応。運転室ではアラート音が再び鳴動。この時には時速65キロに達していた。制限速度は40キロだから大きく速度超過している。ここでようやく加速を止め、ブレーキを段階的に強める。しかし運転士は ATS 確認ボタンを押すことをしなかった。鳴動のきっちり5秒後に非常ブレーキが自動的に作動。電車は非常ブレーキにより緊急停止してしまった。もちろんこの位置は本来の停止位置ではなく、ホームに先端が届くギリギリ手前だった。これ何がしたかったの？わからない。停止の1.8秒後には非常ブレーキを解除している。反応早いわね。呆然としてたわけじゃないのね。そして車内電話が鳴る。運転士が車掌にかけていた。運転士は合図が欲しいんやと話す。再発進には車掌のブザーによる合図がいるからだ。
車掌がブザーを鳴らすと運転士はすぐ電車を動かした。停止位置はすぐそこだ。時速18キロまで加速した後は加速を止め、惰性で進行する。そしてブレーキで止まろうとしたところ、停止位置直前にある ATS-SW5 出発防止装置が反応。またも非常ブレーキで電車は緊急停止した。また緊急停止？やばすぎるでしょ。まあ2回目の緊急停止は仕方ない。今回は1回目の緊急停止のため1個目の ATS-SW から2個目の ATS-SW の通過に時間がかかってしまったよな。これは乗り降りで停止した後、出発信号の赤を見落として出発しようとしたとみなされ強制停止させられたんだ。あそこで緊急停止すると必ずこうなる。ミスじゃない。本来想定された緊急停止のケースとは違う、とばっちりみたいな感じなのね。まあでも緊急停止だけど停止線ぴったりね。とはいえ一度目の緊急停止は ATS 確認ボタンを押さなかったミスで、これは本部への報告義務があった。ちゃんと報告したの？報告、しなかった。ちょっと、とにかく、緊急停止って形にはなったが宝塚駅に到着。時間は8時56分14秒。定刻を44秒だけ過ぎた。事故まで、あと22分。2度も緊急停止するなんて、乗客のいない回送列車でほんとよかったわ。次の電車は上りだ。例によって車掌は最後尾に、運転士は先頭の車両に移動する。車掌は電車の停止後すぐに電車を降りて移動を開始。7両の車両を移動するのにおおよそ2分20秒かかる。しかし運転士と出会わない。運転士はまだ運転室にいた。30秒ほど待つとようやく運転士が出てきた。つまり停止から2分50秒ほどの間運転士は運転室にいた。長いのね。何してたのかしら？わからない。通常は、かかっても1分ほどで出てくるもんだ。運転室の外ですれ違うとき、車掌は P で止まったん？緊急停止だったのか？と聞いたが、運転士は少し顔をしかめて、返事をせず歩いていった。無視？なんか焦りというか、余裕がない感じね。運転士は最近かなり自信をなくしていたようだ。これまで何度か大きなミスがあり、次ミスしたら運転士をクビになる、という気持ちだった。詳しくは後から話そう。まずは状況説明を続ける。最後の電車は宝塚駅発同志社前駅行き、上り快速だ。まだ通勤ラッシュの時間で人が多い。9時3分45秒に出発予定だが、9時4分ちょうどになった。出発の時点で15秒遅れね。次の中山寺駅で停車し、9時7分40秒出発。駆け込み乗車の対応があり、遅れは25秒。次の川西池田駅は9時11分20秒に出発。やはり駆け込み乗車などがあり、遅れは35秒だった。少しずつ遅れてきてるわね。次が最後の停車駅。伊丹駅だ。運転士には焦りがあった。終点の尼崎駅は他の電車との接続があり大きな遅れが許されない。制限速度120キロのところ時速122キロで伊丹駅へ向かう。伊丹駅が接近すると加速をやめ、惰性により進行した。そして伊丹駅の停止位置まで643メートル地点で時速113キロ。ここに設置された停車警告装置からの情報を受信。運転席に停車です、停車ですと第一ボイスが流れる。あまりに速い電車に警告を流す装置なの？この第一ボイスは速度に関係なく全台流れる。ATS-SW のように応答しないと強制停止させる機能もない。警告だけする装置なのね。運転士は第一ボイスを無視。ブレーキ操作をしない。停止位置から468メートル地点でまだ時速112キロ。続いて高速で走る電車のみ反応する P 停車装置が反応。運転室では停車、停車と第2ボイスが流れ始める。この第2ボイスを聞いてすぐ運転士はブレーキを操作。8段ブレーキの7段目、次に8段目のブレーキを使用し減速にかかった。いやいやそれ遅くないの？停止位置の199メートル手前で時速83キロ。まだまだ速い。その11秒後に停止位置をとうとう通過。まだ時速46キロ出ている。やっぱり止まれなかった。その5秒後、最高車両にいる車掌が非常ブレーキを起動。非常ブレーキは強力だ。そして勝手にかかる状況ばかりでなく運転士も車掌も自らかけることができる。また、車掌が非常ブレーキを入れたタイミングで運転士は予備ブレーキを使ったようだ。これも非常ブレーキと同様に制動力は高い。どっちが効いたのかわからないが、こうして暴走列車は停止した。なんと停止位置を72メートルもオーバーランしてしまった。これは必然よ。なんで早くブレーキかけないのよ。だよな。まずブレーキが遅かったし、第2ボイスが鳴ってそれでもまだ常用ブレーキで対応してるのも二重にミスしている。第2ボイスが鳴ったら非常ブレーキで対応するんだ。これは10ヶ月前にも運転士はきつく注意されている。規
速よりも自己判断を優先しがちな気質が見えるわね。停止直後、例によって運転士は車掌に車内電話をかける。今からバックするよと発言。車掌はすぐ車外放送を実施。ただいまから交代しますのでご注意くださいと発声。その直後に電車は交代を開始し、所定位置で止まった。ミスは多いけど、この辺のリカバリーはすごく淡々と、冷静沈着にこなす運転士ね。なんなの？こうして伊丹駅を出発。終点、尼崎駅へ向かう。9時16分10秒、事故の3分前だった。この時、運転士は半ばパニックだっただろう。オーバーランは本部への報告義務がある。しかも伊丹駅の出発時点で1分20秒も遅れていたんだ。このまま1分20秒遅れで終点の尼崎駅に着くとどうなるの？なんかまずいの？尼崎駅の到着は本来9時21分10秒だ。電車が遅れると乗客は、接続している9時23分発の京都方面に行く東海道線の快速に乗れなくなる。車掌は焦っても仕方ない。淡々と車内放送で次の停車が尼崎駅であると告げる。その時、運転士から車掌へ車内電話がある。負けてくれへんかと言われた。どういうこと？本部に報告するオーバーランの距離を過少申告してほしいという意味だと車掌は受け取った。だいぶ言っとるよ。と運転士に返事をする。このタイミングで、車掌のいる7両目運転室の窓がコンコンと叩かれた。乗客が用事があるようだ。車掌は運転士からの電話を切って乗客の対応を優先する。乗客からは遅延に対するお詫びの放送はないのかという要件だった。これを受け車掌はお詫びの車内放送を実施した。電話をガチャ切りされた運転士さん、どういう心境だったのかしら。運転士は気が気ではなかった。オーバーランの距離を過少申告する話を持ちかけたが、だいぶ言っとるよと言われ電話を切られてしまった。運転士からすると車掌は怒って電話を切ったんだ。きっちり72メートルと報告される。それどころか過少申告を持ちかけたことも報告されるのでは、という思いだ。車掌さんは乗客の対応を優先しただけだったけど、それは運転士さんには伝わってないらしいのね。特に嘘の報告を持ちかけたことは絶対バレたくなかった。この運転士は10ヶ月前、嘘の報告でミスを隠そうとして次はないときつく注意されていたんだ。頭の中はパニック状態だが、とにかく運転士は急いだ。1分20秒の遅延は大きい。9時17分38秒、加速しながら稲寺駅を通過。時速112キロ。続く塚口駅も通過駅。塚口駅の75メートル手前で最高速度、時速125キロを記録。制限速度120キロを超過している。9時18分22秒、塚口駅を通過。この時、時速122キロ。時速125キロに達してからは加速をやめたせいで走行しておりやや速度が落ちている。もうすぐ尼崎駅だ。この時、遅れは1分12秒。制限速度を超える高速走行により8秒だけ取り戻した。この辺りで車掌は本部に無線連絡。伊丹駅での出来事をオーバーラン8メートル、遅延1分半と報告した。だいぶ負けたわね。72メートルを8メートルと報告するなんて。車掌も車掌で、オーバーランの距離を30から40メートルと誤認していたんだ。なんというペア、それにしても8メートルは短くないの？車掌は以前、5メートル程度の超過なら処罰が緩いと聞いたことがあった。8メートルというのは一応運転士に配慮はしてやったが、緩すぎない処罰が下るだろうと思っての距離だ。尼崎駅が近づく。駅の直前には R304 という半径304メートルの円周に相当するきつい曲率の右カーブがあった。どれぐらいの速度で通過するカーブなの？カーブ手前に速度制限の標識がある。制限速度は時速 70km。現在時速 118km だ。速すぎる。運命のカーブまで150メートル、名神高速道路の高架をくぐる。運転士はまだブレーキ操作をしない。カーブに入りようやくブレーキ開始。だが手遅れだ。時速105キロ。強い遠心力で1両目が傾いていく。ブレーキ遅い。脱線。1両目がマンション1階部分の駐車場に突っ込む。2両目はマンションの支柱に絡まるように変形。この2両が特にひどい。繋がっている後続車両はついていく。前方の車両に衝突し、どんどん被害が広がった。全7両のうち、5両目までが脱線。とんでもない大事故になってしまった。この事故で運転士1名、乗客106名の合わせて107名が犠牲になった。病院搬送後に息を引き取ったのは7名だけ。100名は一瞬のうちに命を落とした。前方からのアングル。カーブに入った。運転士は通常ブレーキで対応。非常ブレーキ等は使っていない。時速105キロまでしか落とせなかった。1両目が大きく傾き、とうとう脱線。電柱を破壊。
3年前に建ったばかりのマンション、エフュージョン尼崎の駐車場に突っ込む。駐車場には車が止まっており、ガソリンが漏れ出した。その1両目を、2両目が側面で押した。1両目は潰され、大きく変形していく。2両目はマンションの支柱に激突。くの字に折れ曲がった。3両目は後続車両に押され、回転。前後が入れ替わっていく。犠牲者が出てしまったのはこの3両目までだ。4両目は3両目の側面を滑っていく。停止する頃には対向車線まではみ出ていた。4両目が対向車線のレールに触れたことで後続の電車が異常を検知。事故現場に突っ込む二次被害が避けられた。4両目が対向車線にはみ出なかったら一体どうなっていたのよ。考えるだけで恐ろしいな。5両目まで脱線。前方の車両がクッションになって、ようやく全体が停止した。時間は9時18分だ。犠牲者の多くは、大きく変形した1両目、2両目に乗っていた乗客だ。衝突の衝撃で飛ばされたり、電車の変形に巻き込まれるなどして頭部や胸部に外傷を負ったことが原因で亡くなった。多くの人が前方に飛ばされた。一部の犠牲者は、折り重なった人の下敷きになり窒息で命を失った。負傷者はさらに多く、562名に及んだ。命があってよかったとは言えない。うち数十人は手足の切断など、生涯抱えるような大怪我なんだ。車両がほぼ無事だった7両目でも、怪我を負った人がいるのね。衝突の衝撃で乗客は立っていられず全員つんのめるように倒れたからな。7両目でも、車両が傾いてからマンションに衝突するまで、ほんの一瞬だ。手すりにしがみつくなど、とっさの対応をした乗客もいたが衝突の衝撃の方が大きく前方へ飛ばされた。乗客によっては2両目が傾いたと思いとっさの抵抗すらできなかった人もいる。1両目から見ると2両目が傾いているように見える。体が浮いてきて、ああ自分の方だ、と思ったみたいね。怖すぎるわ。事故後はさらに、上下左右がわからない状態だ。車両は大きく変形し、自身も大怪我、自分の上にも下にも人がいる。運転手さんも亡くなったけど、何があったのよ。運転できないような状況があったのかしら？体調の急変とか、簡単に言えないような状況だった。後々しっかり説明するぜ。事故から3分後、9時22分に近隣住民が1方目を通報。9時26分から次々と救急隊が現場に到着する。追って尼崎消防署の車両団も9時33分には現場に到着。以降、兵庫県警他近隣県の警察官や自衛隊員なども続々と集まる。その日、交通整理なども含め合計1000人を超える職員が現場で対応に当たった。救出活動は困難を極めた。現場はガソリンが散乱しており引火の可能性があった。火花が出てしまう電動カッターなどは使えなかった。一方、救出後の負傷者の手当ては迅速だった。消防隊や医療チームは10年前の阪神淡路大震災を経験している。トリアージなどの医療技術が活かされた。負傷者の搬送が追いつかないため、トラックに乗せて病院へ運ぶなど人命を第一に長方期的な対応が取られた。最後の生存者が救出されたのは事故翌日の7時。遺体の搬出は事故3日後の4月28日15時までかかった。この間、JR 西日本は阪神淡路大震災以来となる第一守衛体制を発動。投入可能な最大人数の社員が事故対応に当たっていた。しかし担当外の社員の意識は希薄だったようだ。事故後の数日間だけで飲み会やゴルフ、旅行などに計100人以上が参加していた。あまりに不謹慎であるとして JR 西日本はマスコミなどから大きくバッシングを受けた。まだ電車の中で苦しんでいる人がいる時よね？信じられない。事故後、尼崎駅から宝塚駅が運転休止となった。阪急宝塚線や路線バスなどが振り替え輸送を実施。路線が整備され運行が再開したのは6月19日だった。運行再開にあたってはいろんな対策が練り込まれたんでしょうね。その対策をするにあたって、そもそもこの事故は何が原因とされたの？事故当日にいろんなミスが重なったのは分かったけど、当初は踏切で立ち往生した車に衝突しただの置き石のいたずらが原因だのと言われていた。しかし調査や聞き取り、車両に搭載された制御モニタ装置の解析などが進むにつれ速度超過による脱線事故と判明した。ってことは運転士は脱線するような速度を出して、なぜカーブ手前でブレーキをかけなかったかね。伊丹駅で72メートルオーバーランしたよな。車掌から本部にその報告が行われただろ？運転士はその内容を無線で聞こうとしていたんだ。運転士は、車掌が行う報告の内容次第で都合の良い言い訳を考えるつもりでいたようだ。それに集中するあまりカーブでのブレーキが遅れたんだ。運転しなくなってるのに、よく直前の行動が分かったわね。盗み聞きしていたことを示す状況証拠があるんだ。本来、
車掌と本部の無線内容を運転士は傍受できない。しかし無線機の試験ボタンを押しながら無線の電源を入れると傍受可能になるという隠し操作があった。1両目の運転室はこの試験ボタンが押された状態だった。しかも運転士は右手だけ手袋がなく床には赤鉛筆があった。明らかに無線の内容を傍受しメモしようとしていたんだ。本部への報告内容に気を取られていたのは確かなようね。そんなにペナルティとか懲罰って厳しいものだったの？運転士は次ミスしたら電車を降ろされるという思いで不安定な精神で走っていた。実はこれ以前も運転士は4度、大きなミスをして懲罰を受けていたんだ。1、入社間もない頃、出勤の遅刻で訓告。2、車掌時代に停止駅の通過で訓告及び日勤教育。3、同じく車掌時代に運行中の居眠りで訓告及び日勤教育。4、そして運転士になった翌月、100メートルの停止位置オーバーラン、8分の遅延で訓告及び日勤教育だ。他にも、懲罰まではいかずに済んだ小さなインシデントはいくつもある。訓告4回、そして日勤教育っていうのがちょっとわからないけど、3回ね。入社後の4年間で、訓告を受けるとまず期末手当が5万円減になり、厳しい場合は昇給額が減額されてしまうこともある。給料が減って苦しいことを、友人、知人に嘆いていた。そして日勤教育とは乗車勤務を一時的に下ろされ、再度乗車勤務に戻るために教育を受けさせられるんだ。ただし不足している技術の習得というよりは、精神面での教育という側面が大きかったようだ。作文を一日中書かされる、トイレに行くにも断りがいる、他の職員がいる前で見せしめのように行われる、など心理的負荷の強い教育だったようだ。昔ながらのしごきみたいな感じね。今だとはっきりパワハラね。21世紀になって大企業がまだそんなことしてるなんて。また、乗務中は1日3000円程度の乗務員手当が支給されるが日勤教育中は出ない。この運転士の日勤教育の一つは13日間にわたっており、給料が4万円以上減った計算だ。お給料が減るのも痛いわね。でもここまで聞いて運転の粗雑さも印象深いわ。どっちが根本的に悪かったのかしら？つまり、日勤教育の恐怖で運転ミスがやたら増えたのか？運転ミスばかりする人で日勤教育が特別厳しかったのか？そもそもどういう運転手さんだったのかしら？この運転士はちゃんと仕事に向き合う一面があった。勤務態度は良好で、成績優秀者としてボーナスが増額されたことが2度ある。夢は、新幹線の運転士になること。直近である2004年下期の勤務評価は10点だった。なお担当地域における運転士の平均は7.3点だ。すごい優秀だったの？なんか印象変わってきたわ。ブレーキのタイミングを勉強するため休みの日に自費で電車に乗ったこともある。人手不足だったが休日出勤の要請にも快く応じていた。出勤もギリギリではなく、出勤開始時間の45分から1時間前に会社に着いていることが多かった。性格は陽気で明るく、社内のクラブ活動ではスキー、テニス、バドミントン部に所属していたようだ。お酒はよく飲んだが出勤前日は必ず控えていた。そんな運転士だが、日勤教育だけは本当に恐怖で友人や家族によく悩みをこぼしていたそうだ。この事故で日勤教育の厳しさが明らかになったが、トイレ掃除や草むしり、司法を管理者が取り囲んで暴言を浴びせるなど地域によってはかなり理不尽だった。直接の原因は運転ミスかもしれないけど、怒るべくして怒ったように思えるわね。会社の責任も大いにあるわね。しっかり追及されたの？事故調査委員会の調査は2年間にわたった。2007年2月の意見聴取会において、JR 西日本の副社長は日勤教育を原因とするのは不適当と発言。それどころか事故調査委員宅を訪問して土産を渡すなど報告書の内容が会社にとって有利になるよう働きかけた。この不適切な働きかけには JR 西日本の経営陣など30人以上が関与しており、実行役だった取締役の辞任など相応の内部処分が課された。それもう会社ぐるみでしょ。107人が亡くなってる事故でそんな裏工作するなんて許せないわ。事故2年後の2007年6月、事故調査報告書が公開された。そこにはまず運転士のブレーキ操作遅延が直接的な原因と記されている。合わせて、日勤教育への恐怖から本部と車掌の会話内容に気を取られるなど注意散漫になっていた可能性が高い旨が記載された。事故後、様々な対策がなされた。まず日勤教育だが、事故調査報告書の提言通り技術の再取得など実践的な内容に見直された。これまでは最長1ヶ月もの間教育を受けるケースもあったが最長7日間に制限された。日勤教育の対象となるインシデントも以前より限定され、事故前の2004年に608件を数えた日勤教育は2013年には184件に減少している。
まともな指導内容に変わったのね。よかった。制限速度の見直しも行われた。宝塚線の直線区間は時速120キロ出せたが95キロになった。現場のカーブも制限時速70キロだったのが60キロになった。でも今回の事故は制限速度を破ってカーブに突っ込んでるからいくら数字だけ変えても同じじゃないの？だよな。そこはもうシステム化すべきだ。そのために ATSSW という緊急停止装置を地上に設置した。この設置は運行再開のために国交省が出した最低条件だ。この装置は JR 西日本管轄エリアの至るところに設置され、個別に制限速度が設定された。あのカーブ手前の ATSSW は時速70キロに設定。それ以上の速度で通過するとすぐ非常ブレーキがかかって電車は緊急停止するため、電車が高速でカーブに突っ込むことはもう絶対にない。なお ATSP といって、緊急停止ではなく狙った速度に減速させるという高価だが高性能な装置もある。これは過密路線ではない福知山線では見送られた。なんとこの緊急停止装置は事故前に設置されているはずだったんだ。それも安全軽視から先送りされ事故の翌月に設置される予定になっていた。それでも、事故が起こった時に設置されていなかった。この事実が全てよ。なお全く余裕がなかったダイヤも見直された。停車時間や駅から駅への移動時間を見直し、宝塚駅から尼崎駅の運行では以前より1分30秒程度余裕を持たせた。対策としては完璧ね。遅延で焦る状況自体が減るし、焦っても速度はちゃんと守られるし、日勤教育になっても適切に教育されるわけだし、あとは責任問題だよな。事故から4年後の2009年以降、合計4人が業務上過失致死で起訴されている。当時の安全担当役員1人と歴代社長3人だ。裁判の争点は、事故現場が危ないカーブと認識しながら対策を取らなかったこと、それを検察が証明できるかどうかだ。現場のカーブは1997年、開通した東西線に接続するためそれまで緩いカーブだったのが現在の急なカーブに変更されている。その際、安全対策が必要かどうかという話が鉄道会社として出ていないはずはなかった。しかし、検察は十分な証言や証拠を集められなかった。結局4人には無罪判決が下ることになった。遺族にとっては悔しいわね。証拠不足だったのね。安全に関する話がなかったというより、その証拠を会社から収集するのが困難だったんでしょうね。では企業としての罪は、というと日本の刑法は個人の罪だけを想定して作られており今回の事故に限らず、企業の罪はほぼ認められない。もちろん民事上の賠償責任は発生するがな。直接の被害者はもちろん、壊れたマンションの住人に対しても、JR 西日本はそれらの賠償に応じつつ、社内処分を断行。当時の役員や現役員、幹部など29名が退職勧告や報酬減額などの処罰を受けた。上層部は改革され、従業員は働きやすくなって、安全装置も追加された。これが事故が起こる前にできてたら本当に良かったのにって思うわ。なお、事故現場は JR 西日本が買い取り、現在祈りの森として一般公開されている。マンションは4階部分まで当時のまま保全されており、事故が残した爪痕は当時のままだ。ここでは犠牲となった乗員乗客の鎮魂のため、そして JR 西日本の安全対策の原点として振り返るため、毎年慰霊式が行われているぜ。以上、今回は乗員乗客107名が犠牲となり日本の鉄道史に残る大事故となってしまった、JR 福知山線脱線事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも歴史に残る大事件、大事故を中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。